こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今回は福岡デザインテクノロジー専門学校の生徒さんの作品です。今日はね、2つの作品を添削させていただきます。両方1年生の作品ですね。今回ですね、2つの作品はキャラクターはよく描けているんですが、少しね、キャラクター周りの演出とか構図によって損している部分が多いと思いました。その部分を修正するだけでかなり見栄えが良くなるよという実例をお見せしていこうと思います。みんなですね、キャラクターは一生懸命描くんですが、その周りにまで気を配ることが少なかったり、ちょっとね、その部分で気を抜いちゃったりしててですね、すごく損していることが多いんですよ。今回のこの2つの作品はそのことがよくわかると思いますので、ぜひね、最後まで見ていただいて、ご自分の絵作りにも活かしていただけると嬉しいです。それでは早速いってみましょう。はい、最初の作品はこちらの作品ですね。いやもうめちゃくちゃかっこいいですよね。剣を持っている男性のイラスト、そして多分ですけどドラゴンのね、黒いオーラをまとった能力の持ち主なんでしょうね。少しまがまがしいような黒い炎が剣をこう覆っていて、でそれがドラゴンに変化しているようなシチュエーションですよね。はい、かっこいいってことでですね、このままでも全然いいなと正直思っちゃうんですが、若干ですね、背景をもう少し手を入れるともっと良くなるなと思ったので、その部分添削させていただきます。まず最初にですね、ちょっとここ気になったので修正します。はい、画面左上をですね、単純に明るくしました。これね、四隅が全部暗かったんですが、四隅が暗くて中央がね、こう明るい。そうするとこうぐーっと画面中央に視線を引き込むような、こう視線を圧縮してですね、こう圧迫感を与えるような効果があります。でこのイラストの場合、ダークな雰囲気はありつつも、ある程度ですね、こう勢いがあるイラストなので、そこまでね、視線を中に閉じ込めなくてもいいかなと思いました。はい、なんかこっちの方がですね、こう勢いを感じられるようになりますよね。なんか意識がね、こう左の方に向かっているような、なんかそんな感じが強調されると思います。次にですね、この今調整した部分にいるこのドラゴンなんですが、オーラが具現化したようなドラゴンとはいえ、もう少しですね、ディティールを細かく足してあげても見栄えが良くなるような気がしました。特にですね、この歯ですかね。はい、この歯をね、もうちょっと描いた方が見栄えが良くなるような気がしますね。はい、少し描いてみましょうか。はい、こんな感じ。元のドラゴンですね、顎がちょっとこう前にせり出しているような感じで描かれていたんですが、意識的にそう描いていたのかちょっとよくわからなかったので、もう少しですね、顎はちょっと引っ込めて普通な感じの下顎の大きさにしました。もしね、下顎はもっと大きい方がいい、元のままのバランスがいい、そのままでも大丈夫です。それと黒いシルエットだけ描くと、なんかね、こう完璧に横から見ていて一面だけしか見えていない、つまり角度がついていないように見えるんですが、男性を見るとですね、若干こう下から煽っているような角度に見えるんですよね。はい、この下顎の部分が見えてますからね。なのでドラゴンもですね、若干煽り気味にしてあげるといいと思います。こうです。はい、このね、奥側の歯を描いてあげると厚みが生まれて煽り構図であることがさらに強調されますよね。さあ、口以外の部分も若干調整していきますね。はい、こんな感じ。あとですね、手前にも炎のようなエフェクトがあるので、奥側にもね、少しだけエフェクトがあってもいいと思います。はい、それとですね、ドラゴンが黒い、人物も黒いので、ちょっとね、人物が埋もれ気味なのが気になるところです。人物の周りに少しオーラを足して、人物が特にね、顔が沈まないように浮き上がらせるのがいいと思います。例えばこうです。はい、特にですね、キャラクターイラストの場合は顔が埋もれてしまうと一気に見栄えがしなくなってしまうので、顔をあまり埋もれさせないようにするのがいいと思います。もしね、今回のようにこう沈んでしまうような状況の場合、顔の周りを少し明るくしてあげることで顔が沈んで目立たなくなるのを避けられます。さあ、もうちょっとだけ顔を目立たせる工夫をしていきましょう。髪とかにね、こうハイライトを入れていきます。もうすでに入ってはいるんですが、さらにね、これを強調するような感じですね。はい、やってみます。
はい、こんな感じですね。ちょっとした工夫ですけどね、これだけでも結構ね、顔が浮き立ちますよね。あとはですね、この肌色、顔自体がですね、結構暗いので、こうやってこうアップにして見る分にはもう全然かっこいいんですが、こうやってね、全体で見ると結構くすんだ印象になっちゃうことが多いんですよね。なので、もう少しだけ持ち上げてあげてもいいかなと思います。やってみます。はい、こんな感じです。逆光っていうのはね、わかるんですが、あんまり暗いとですね、こう印象が単純に弱くなってしまうので、こんな感じでね、調整しました。あとですね、ここ結構ポイントなんですが、このイラストですね、黒いドラゴンエフェクトがテーマだと思うので、このエフェクト部分ね、全部黒いシルエットで描いてるじゃないですか。でこれだとですね、意外とイメージがこう縮こまっちゃって、あんまりね、広がりのない絵になってしまうことがあります。この手前のエフェクトもですね、背景を若干紫とか青でこう明るくしながら、その上で黒でね、やはりエフェクトのシルエットを取っているんですが、これですね、この青を入れた感性は素晴らしいと思うんですが、これもうちょっとあと一歩ね、思い切って単純にね、この青と黒の関係、これ逆にしちゃってもいいのかなと思いました。つまり黒でもやを描いてあげて、でエフェクトのシルエット自体は紫とか青で撮ってあげる。そうするとですね、画面に前後関係が生まれますので、見栄えが一気に変わるかもしれません。はい、試しにやってみましょう。まずはこう。はい、一旦黒でこんな風にもやを描いてあげて、その上で紫でエフェクトのシルエットを取っていきます。はい、一旦ぼやっと全体を暗くして、その上に紫のエフェクトを足しました。ただまだ足りないですよね。色を少し暗くして、もう少しエフェクトを足してみましょうか。はい、こんな感じ。徐々に良くなってきましたが、もう一声、まだちょっと寂しいというか、なんでしょうね、最初のこの青が足りなくなった感じがしますね。この青を足していきましょうか。はい、こんな感じ。いい感じに迫力が出たのではないでしょうか。最後にこの右上にもね、これドラゴンだと思うので、もう少しだけ頭の形をドラゴンっぽい感じにしてみましょうか。主にね、口開けるだけなんですけどね、それだけでも分かりやすくなると思います。やってみましょう。はい、こんな感じです。1枚目の添削は以上となります。パカパカして前後を見比べてみましょうか。はい、いきます。パカ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 。はい、どうでしょう。全体のイメージはそのままに、迫力がね、単純に増して、絵がキャッチーな感じに変化したのがお分かりいただけると思います。さあ、今回は2枚あるのでね、次行きましょう。次の作品はこちらの作品です。はい、こちらもね、1年生が描いた作品ですね。窓辺に座って、外を眺めている女の子。部屋の中はすごく薄暗くて、で、外は明るくて、その対比がね、すごくはっきりと描かれているのが印象的です。もしかしたらね、この子は虚弱な体質で、外にはなかなか出れないので、こうやって窓辺でいいなーってね、外を眺めているのかもしれません。なんかね、こういうちょっとこうネガティブなメッセージというか、状況を書く場合はですね、実はですね、ちょっと注意しなきゃいけないことがあって、この子は虚弱、そして部屋の中は薄暗く、みたいな感じのことを意識しすぎてしまうと、絵作り自体がね、ちょっとこうネガティブになりすぎてしまって、絵の魅力に若干欠けるような説明的な絵になってしまうことが多いんです。だってね、言葉で説明するとネガティブな要素なので、それ自体は仕方ないことなんですが、できればですね、そのネガティブな言葉を絵としては魅力的なように転換させてほしいなって思うんです。これもですね、ほんのちょっとしたことでイメージを変えることができるので、添削しつつお伝えしていきます。まずはこうですね。
はい、キャラクターなんですが、画面に対してちょっと小さすぎるかなって思ったので、もう少しだけ大きくしてあげてもいいと思います。もしかしたらね、家がすごく広くて大きいみたいなことを表すために人物を小さくしたのかもしれませんが、その場合はね、この屋敷の書き込み自体を結構頑張らないと見栄えがしなくなっちゃいます。もしね、こうキャラクターを大きくしたいんだけど、屋敷も広く見せたい、大きく見せたいっていう場合には、窓枠とかね、パースを強調してあげると部屋が広く見えます。例えばこんな風に。ですね、座っている地面を描きました。座っている地面をこんな風にこう垂直に近いように角度をつけてあげて、パースを強調してあげますね。あと奥の壁もちょっと描いていきます。そしたらですね、思いっきりパースをかけた窓枠を描いてあげましょう。今ね、そんなにパースが効いているような窓枠ではありません。割とね、こんな風に平行に描かれた窓枠だったんですが、これをですね、かなりパースに沿ってこんな風にダイナミックにパース引かせてあげるような、そんなイメージです。はい、描いていきます。はい、どうでしょう。かなりね、ダイナミックなパースがついたことによって、キャラは大きくしましたが、部屋の広さも強調されて、絵の見栄えがぐっと良くなりましたよね。さて、ちょっと描きにくかったので、カーテン消しちゃいました。元あったカーテンも付け加えていきましょうか。はい、こんな感じ。はい、あとはですね、この座ってる地面も若干整えましょう。ほぼ見えていませんが、少しだけ窓から差し込む光を描き加えてもいいかもしれません。はい、こんな感じ。あとはですね、ここポイントなんですが、外がですね、明るい世界の象徴として描かれている割には、目の前に森があってですね、結構視界を塞いでしまっているんですよね。中も外もなんかちょっとこう圧迫感がある。であれば、もう少し外の見た目を調整して、たとえね、こう少し非現実的であっても、開放感をアップさせてあげた方が、開放的な外の世界、そして鬱屈とした屋敷の中の世界という対比を作ってあげられると思います。一例ですけどね、例えばこんなのもありだと思います。はい、まずは普通に外にね、こう緑色の森みたいな地面、そして空とに分けました。さあ、そしてここで思い切ってこうしちゃいます。はい、雲をね、眼下に描いちゃいました。めちゃくちゃ高い土地にある、もしくはめちゃくちゃ高い建物になっちゃいますが、こっちの方が絵としては面白みがありますよね。もしね、すごく細かい設定があって、こうじゃなきゃいけないというような状況でなければ、こんな風にちょっとね、こう非現実的な風景を混ぜてあげても、絵としては面白みを出すことができますよ。さあ、そして最後、ちょっとだけ窓枠に光を描いて色味を足してあげましょうか。はい、こんな感じ。今回の添削は以上となります。こちらもね、並べて見比べてみましょう。はい、右がビフォー、左がアフター。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。こちらもですね、キャラクター自体は全く変えていませんが、はい、前後見比べるとどうですか。結構ガラッと印象自体が変わったのがお分かりいただけると思います。キャラクター全然変えてないのに、この印象の変化すごいでしょ。はい、そうなんです。キャラクター自体をもちろん一生懸命描くのはいいことなんですが、そのキャラクターの見た目を引き立てるために、周りにね、このキャラクターの周りに工夫を凝らしてみるのは、すごくね、有効な演出方法なんです。今回の動画を見て、演出面白いな、自分もいろいろ試してみたいと思った方は、こちらの動画、誰でも簡単背景の描き方5選をご覧ください。簡単に描けるんだけど、すごくキャラクターを際立たせてくれる、そんな演出方法を5つ知っていただけると思います。それでは最後にあのコーナー、気まぐれあっち向いてほいのコーナーです。僕にあっち向いてほいを仕掛けてみてくださいね。いきますよ、準備はいいですか。気まぐれあっち向いてほい。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。